ホスピタリティを発揮するかというかですね、はい。小さな気づきが心を動かすっていう形ですかね。うん。結構感情的なものだったりすると思うんですよね。確かに、そうですね。やっぱ心が動くっていうことを言いたいんですね。こんにちは、もんじです。このチャンネルでは14歳から働き、21歳で起業、現在までに延べ300億円以上売り上げた経験で培った組織づくりや育成についてお話ししています。興味がある人だけ見てくれると嬉しいです。はい。ということで本日もよろしくお願いします。お願いします。そんなもん社長にですね、本日のテーマが前回に引き続きホスピタリティについてちょっと詳しくお話しさせていただこうと思っております。はい。前回もホスピタリティお話ししたんですけど、前回ホスピタリティの本質っていうところでやっぱ思いが根底ですよというお話しましたけど、今回はですね、ホスピタリティの、じゃあどういうところにホスピタリティを発揮するかというかですね、少しちょっと本質から踏み込んだバージョンでお話ししたいと思ってます。テーマとしてはですね、また頼みたくなる感動を作る、小さな気づきが心を動かすっていう形ですかね。前回も本質のお話をしましたけど、皆さんですね、またこんな人にお願いしたいなとか、来てもらいたいなとか、思った経験とかあると思うんですよね。で、多くの場合って、それってなぜそう思ったのかってこう掘り下げると、そんなに大げさなサービスじゃないと思うんですよ。なんか何気ない一言だったり、ものすごく気持ちの良い笑顔だったり、なんとも言語化しづらいけど、みたいな、結構感情的なものだったりすると思うんですよね。確かに、そうですね。感動ってなんだ言いながら、小さなことから生まれるということを、理解してもらえればなと思います。参考図書みたいな感じなんですけど、だからまた来たくなるみたいなですね、そういう本がありまして、本に関してはね、買って読んでもらえればと思うんですけど、そこに書いてあることを弊社でも参考にしてまして、要はですね、この本を引用すると、レベル10とレベル11みたいな話が出てくるんですね。レベル10っていうのは、あくまでも普通の基準であると。その仕事のプロとして、やるべきことをやるのがレベル10だと。お客様はですね、当然、お客様の中にもこれくらいじゃないかなと、やっぱり想定して依頼をくれると思うんですよね。例えば引っ越しであれば、普通に無事に荷物を運び終わるぐらい、物をちゃんと A 地点から B 地点に運ぶっていうことで、しっかりやってくれるだろうみたいなですね。で、ほんの少しだけそれを上回ると、やっぱ心が動くっていうことを言いたいんですね。だから、前回のショーでもお話したんですけど、お客様を喜ばせようとか、感動させようって言うと大げさなことをすごいしたくなる人が多いんですけど、そうではなくて、レベル1上げるぐらいのちょっとしたことをやっぱやっていく。そういうことが、やっぱお客様が心が動く要因になると。もしかしたらそれは何気ない一言かもしれませんと。その一言とか、一つの行動ですごく感動したと。こういう事象っていうのはよくある話なんですよね。なのでまとめると、レベル10っていうのは普通の基準だとしたら、世間一般的に思うプロとしてのレベル10だとしたら、ちょっとプラス1でレベル11を目指して頑張りましょう。こういうことを気をつけてやっていくっていうことがホスピタリティ実践編なんですと。なので、前回もね、思いの部分で言いましたけど、感動は誰にでも作れますと。生み出すのに特別なスキルやキャリアはいらないです。はっきり言って。ポイントは、前回話した通り目配り、気配り、心配りって言いましたけど、気づけるかどうかなんですよね、その手前に。そして想像できるかどうかですと。例えば荷物の扱いに丁寧さが滲み出ていたりとか、目線を合わせて話していたり、それだけで安心したと言っていただけることもあるんですと。だからこそ、今日の自分にできる小さな変化をやっていきましょうと。そういった意味でプラス1、レベル11っていうのは、誰でも今日からできることですと。難しいことではないと。もう本当に少しずつ、表情を少し明るくするみたいな、本当にちっちゃいことでもいいですし、気づく力を少し磨いてみる。例えば帰り際に一言だけ、もしくは開始前に一言だけ、途中で一言だけ添えてみるとか、それだけで相手の心に残る余韻みたいなものが作れることがありますよと。なので、本当にちょっとしたことですね。引っ越しで言うとですね、例えば新居にお荷物を運びするときに、僕なんかもすごく気をつけてたのは、お客様の立場に立って
引っ越し終わった後、荷物運び入れた後に、例えば箱開け、段ボールに詰めたものを箱から開けて、並べるとか、次の日からもしかしたら仕事が始まるとか、学校が始まるとか、そういうことを想像しながら、物の配置に少しだけ気を使ったりするわけですよね。例えば、家具を置くところにコンセントがあったら、自分がもしその部屋に住むんだったら、このコンセントを考えてこう置いた方がいいなとか、例えばあとは段ボールを開けるのにあたって、開けやすいように置いておくとか、そういうほんと小さな心配りが、気遣いがですね、後からお客様がじんわり気づいたりとかもしますし、小さなところに、こんなことまで考えてやってくれたんだというふうに繋がったりするわけですよね。そういうやっぱところの方がやっぱ感動するというか、大げさではないですけども、やっぱり気づいていただくことって結構多くてですね、そういうふうにできるように、大げさなことじゃなくていいから、とにかくプラス1。自分にとってレベル11をやりましょうと。それをこう常に継続してコツコツやっていれば、やっぱり本当にお客様から素晴らしいお言葉をいただくこともありますし、しっかりと伝わりますので、なので、ホスピタリティ実践編でいくと、大げさなことではなくていいので、プラス1何か、自分のレベル11を目指して一つ何か、こういったことを決めてやっていく。こういうことが本当に実践していくにあたってできることだし、ホスピタリティの本当に基礎となりますということですね。なるほど。私たちにはね、こういう言葉がスローガン的にあるんですけど、引っ越しが大好きなアップル男子がマニュアルを超えた心配りであなたの気持ちもお運びしますと。マニュアルを超えた心配りって何なんだという時に、まさに先ほど言ったプラス1ですよ。プラス1。そしてレベル11だと。ちょこっと、普通の仕事であれば荷物を A 地点から B 地点、サービスではこれが当たり前だということをやった上でプラス1。そういうことをやれる人がマニュアルを超えた心配りなんだと。なるほど。でそれが私たちの本来文化そのものであると。荷物をただ運ぶだけじゃなくて、ちゃんと思いを届けると。それは逆に人だからできることだと思うので、一人一人が、自分なりのプラス1、レベル11を見つけて行動に移していくんだと。それがやっぱりその積み重ねがアップルのホスピタリティを未来へつなぐことになるんだよということですね。いいですね。なんかいい話ですね。心配りっていうのは、こういうことをやった方がいいんだよと教えることじゃなくて、一人一人がお客様の目線に立って。そうですね。ホスピタリティの本質は思いだって言いましたけど、その思いを持って、もうプラス1することですよ。大げさなことじゃなくていいから。なるほど、なるほど。相手の立場に立って、お客様の立場に立って、ちょっとこうしてくれたら嬉しいなと。いうことを気づかれようが気づかれまいが、やるんだと。そこがポイントですよね。マニュアルプラスアルファ。ありがとうございます。別に視聴数やチャンネル登録を気にしていないので、いいねやコメント、チャンネル登録は別にしなくて大丈夫です。したかったらお願いします。